ツダの NC ロードスターはもともと2リッターの LF 型エンジン積んでまして、それに1個前のアテンザの 2.5 リッター L5 エンジンを搭載してます。 LF エンジンはロードスター専用で170馬力でできてます。トルクが19キロ。L5 エンジンも馬力的にはレギュラー仕様なんで170馬力で、トルクが確か22、3キロくらいのレギュラーでトルクフルなっていうのを目指したメーカーが作ったエンジンです。 L5 エンジンにスーパーチャージャーを装着して、ベースの2リッター用にできているスーパーチャージャーなんですけども、 L5 エンジンに対して要求量が足りるように大きめのスーパーチャージャーを選定して、この車の場合エンジンの中身に関しては完全にノーマルの状態です。スーパーチャージャーとかそういう部分に対して圧縮が低い部分もあるんで、とりあえず下級機で問題がないだろうというところではあるんですけど、もうちょっとパワーを上げていくという意味ではエンジン内部もう少し手を加えてもいいかなとは思ってます。現状ミッションは純正の6速ミッションを搭載してます。 L5 エンジンの NA の時代でさすがに純正の5速ミッションは耐えられなかったんですけども、 NC の6速ミッションはかなり丈夫にできているので現状は問題なく使えてます。あくまで L5 エンジンと LF エンジンは兄弟エンジンなので、オイルパンと FR に合うように変更するだけでポン乗せで乗ります。制御に関しては純正コンピューターの書き換えで制御してます。スーパーチャージャー以外いろんなものからフィードバックできている部分もあって、かなりのハイチューンまでは純正書き換えでなんとか対応できるところまで来てます。単純なポン乗せでいけばだいたい60ぐらいでできますけども、いかんせん車も10年を超えてきてるのでリフレッシュだなんだとか増えてきてしまって、100万前後で考えていればやはりエンジンの世界と一緒にリフレッシュした方がいい部分もあるんで、予算的にはそのぐらいで見ていただいてます。全くマツダが作った L5 のそのまんまを乗せた場合でも、トルクは明らかに元のエンジンよりもありますんで、とってもやっぱり楽に乗れる、低回転で楽に乗れると。だからロードスターのその遊びの中で、ブンブン回して楽しいのもありますけど、楽に乗ってオープンで走りたいっていう人も結構いらっしゃるんで、またその L5 そのままの場合ですとレギュラーガソリンで乗れますんで、それはそれでメリットがある。ただ大体皆さん乗せ替える場合にもともとハイオクガソリンで乗ってましたから、やはりちょっとだけ圧縮を上げてカリカリにやらないまでもヘッド面見ぐらいでやって乗るっていう方が比較的多いですね。ミッションもそのままってことは、単純に本当もともと乗ってた車にトルクが増えて乗りやすくなるっていうイメージです。そうですね。ヘッドの高さが1センチ上がるだけですから、補給類ももう全くそのままでもできてしまうんで、当然いろいろパワーを考えていくといろんな補給も考える必要性ありますけども、そのままでも十分走れてしまうという感じですね。2リッターのエンジンでもう20万キロとかね走られてる方も珍しくないですから、そういったところでそろそろエンジンオーバーホールしようかななんていう時に 2.3 とか 2.5 リッターっていうようなエンジンにスワップするってことは、車検も今構造変更が比較的簡単にできますんで、書類さえちゃんと揃えれば公認で乗れますんで、そういったところでエンジンオーバーホールを機会に排気量アップというふうな形のメニューっていうのは比較的ポピュラーになってますね。